吉田です。今回レビューする RG300X は、パッと見ゲームボーイミクロじゃんって思うかもしれませんが、サイズ感は全然違って面白いし、何より質感がすごすぎて、技術力の結晶って感じがします。そこら辺のゲーム機をはるかにしのぐクオリティの高さに圧倒されます。ではこんな感じで見ていきたいと思います。本体の画像がプリントされた箱に入ってました。アンバーニックにしては珍しいデザインです。側面にはスペックなど色々書かれています。ちなみに色はブラックとレッドの2色展開です。ブラックも良いですが、光沢なので結構指紋が目立つそうです。誰なんだこのイラストは。では開けてみましょう。ちなみに開封動画風にしてますが、詰め込み直してます。こちらが内容物一覧。付属は充電用の USB-C ケーブルと、説明書ですね。英語での表記ですがなんとなくわかりますね。気になる人は動画を停止して確認してみてね。まず最初に大きさを確認しますか。見た目はほぼゲームボーイミクロですが、サイズはミクロではありません。どちらかというとアドバンスのサイズ感に近いです。意味わかんねなんでこんなもん作ったんって思いましたが、すごく良い光沢シェルで、中華ゲーム機でもここまでのレベルのものを作れるようになったのかと驚きました。全体的にツルツルとしていて、持っていて気持ちが良い感じです。初めてメタルシェルを手にした時のような感動がありますが、メタルシェルより軽いので手に取りやすいです。あともう一点ゲームボーイミクロとの違いを言うと、画面が完全にフラットなことですね。画面側は全面ガラスになっていて、液晶部分との切り替えがないので高級感がかなりあります。背面は光沢のエンジ色でこれがまた良い色で、ラメっぽく上品に光る感じがすごく綺麗です。右側面には電源ボタン、左側面には音量ボタンがあります。上側面には左側充電用 USB-C、HDMI、コントローラー等用 USB-C があります。下側面にはマイクロ SD スロットが2つあります。ボタンの押し心地も非常に良いです。しっかり押せてる感じがあり、少し固め、いつものアンバーニッククオリティ。十字キーもしっかりした押し心地で良い上に、軸感がしっかりあって非常に良い。スタートセレクトボタンもゲームボーイミクロと同じような見た目ですが、押し心地も同じような感じです。浅めのクリック感、LR ボタンはカチカチとしたストロークが短い感じ。こちらもゲームボーイミクロに寄せた感じです。実際に手に持ってプレイしてみると、ボタンの配列が通常の携帯ゲーム機ではなく、AB ボタンの上に XY ボタンが配置されているような感じが特殊で、少し慣れが必要に感じます。ただ Y ボタンに指先を置いた時に自然に B ボタンに指の腹が来るので、この四角い形状によく合っていて良いですね。液晶は 640×480 で、ブラウン管の2倍サイズなので、どんなハードでも良い感じに表示することができます。中華ゲーム機の中ではエリートな解像度ですね。画面解像度の高さと画面サイズから考えると、相当綺麗な液晶とも言えるんですが、液晶の色味が青っぽく、少し輝度が低いのが不満です。これがさらに画面を拡大した映像です。基本的にはどんなハードでも倍のピクセルで表示されるので、ドット感がかなり少なく、滑らかな画面表示になっています。もちろんシェーダーを加えることで、ドット感のある表現やブラウン管っぽい表示にすることも可能です。基本的には通常の中華ゲーム機同様、カートリッジリーダーなどで吸い出したゲームを、左側、TF2 と書いてある部分のマイクロ SD 入れて起動する感じです。他は配布されている同人のゲームなどもプレイすることができますね。システムは基本的には OpenDingX という OS なので、エミュレータを選択、その後ゲームを選択して起動という流れですが、私は ADAM イメージという OS を導入しているので見た目や使い勝手が異なります。性能的には動かしている通り、PS くらいなら普通に遊べる程度の性能です。これが中華ゲーム機なのかってくらい、質感がいいのが何よりもの特徴です。最初は鑑賞用に最適なゲーム機だなと思っていたんですが、使っているうちに手軽感と画面解像度の高さ、あと地味にステレオスピーカーが搭載されていることに気に入って、よく使っています。中華ゲーム機はコスト削減でスピーカーを一つにしがちなので、地味に評価できるポイントです。にしても本当に美しいシェルなので、この質感で他のデザインのゲーム機も作ってみてほしいなって何より思いますね。オリジナリティ溢れるやつ、期待してます。